皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は7月10日第44回目です。 GHQ の占領政策その1、公職追放の恐怖1回目です。敗戦利得者が教育言論会を支配。本日のポイントです。 GHQ の占領政策で日本人に最も悪影響を与えたものに東京裁判と公職追放があります。ともに国際法違反です。戦後の国家を築き上げるための中枢を担うべき日本人20万人以上が公職追放令によって公職から追放され、国家の屋台骨を日本は失ったのです。戦後75年経った今日、経済は回復しても日本が精神的に自立できない最大の要因の一つです。追放された人々の後釜に張り込んだ敗戦利得者が教育とマスコミに深く浸透しています。日本の教育を担う教師、そして国民に真実を伝えるはずのマスコミの中に入り込み、日本はひどい国だと教え続け、不甲斐のない今の日本を形作りました。日本は変わってしまったと言われる原因です。大東亜戦争は3年半でした。しかし GHQ の日本占領はその2倍の7年続きました。それは日本を変えるのに倍の7年が必要だったということです。それだけ米国は日本を恐れていました。二度と米国に歯向かうことのないように、これを人間で例えるなら、幼稚園の1年と小学校の6年に合わせて7年にあたります。人格が形成される幼少年の7年が戦後の日本人を形作りました。三つ子の魂100までと昔から言います。お前のお父さんやおじいさんはひどいことをした。日本人は近隣諸国を侵略して迷惑をかけたのだからお詫びをし続けなければならない。こんなことを教え続けられて自尊心も愛国心も育つはずがありません。日本人が長年最も大切にしてきた名誉は見事に砕かれたのです。その主要な役割を果たしたのが本日のテーマ、敗戦利得者が教育言論会を支配ということです。ご覧いただく組織図は米国が日本統治のために用意した GHQ の組織図です。マッカーサーを頂点に極東裁判所は彼の直轄です。公職追放の役割を担ったのが民政局でした。戦前、少しでも筋の通ったことを言ったり、日本のことをよく言った歴史学や国文学、法律学や経済学者たちを一掃しました。また、戦争を生き延び、今こそ日本を復興させようとした人たちに、教職追放令を出し、根こそぎにしました。能力があり、志のある人たちは、公職に就くことができないばかりか、物を書くことさえ許されず、生きるために百姓をして食いつなぐほかなかったのです。恩給も打ち切られました。その後、真っ先に戻ってきたのが、もともと日本にふさわしくないとされた左翼的思想を持った人たちでした。ここで左翼とは何かをお話しいたします。ウィキペディアによりますと、左翼とは進歩的、急進的、または革命的な政治勢力や人を指し、社会主義的、共産主義的、進歩主義、急進的な自由主義、無政府主義傾向などがあるとあります。特に大学教授やジャーナリストなどは
長年その立場に留まることができました。日本の主要な大学のポストを占め、大学教授の人選に影響を持ちましたから、同じ思想を持つ人たちが各主要大学を長きにわたり占めました。日本を思い、志を高くする人々を排除してきたのです。特に日本の大学の頂点に立つ東大は著しく絶大な力を持ちました。教科書検定はその最たるものです。これらの大学から育った卒業生は高級官僚になり、政財官に進出し、またテレビ局や新聞社、出版社に入りました。同時に教育界にも深く根ざし、日教組のような教職員を育てる組織の中核にとどまります。ですから先生の多くは左翼思想の影響を受け、教わった子供たちもまた日本に誇りを持つことが難しい日本人としてで育っていきました。75年経った今日、教え子は団塊の世代、60代、70代にまでなっています。連日流されるテレビや新聞からは、日本を誇りに思えないニュースが延々と流されてきたのです。古き良き日本の伝統は薄れ、個人主義的な日本人へと変えられていきました。日本人は変わってしまったと言われる原因です。ここで皆様は一つの疑問をお持ちになるのではないでしょうか。GHQ はなぜ左翼的思想を持つ人々を戦後の日本復興に登用したのだろうか。その理由は2つあります。その第一は、戦前の日本の強さは天皇を中心とした伝統文化を重んじる点にあると知りました。天皇を敬い、国を愛し、命を捨てることさえ栄誉と思う、そのような考えを徹底的に排除することです。第2番目は、GHQ の民生局の中に共産主義者がたくさん潜んでいたことです。当時、共産主義はアメリカ社会も気づかないうちに深く浸透し、ルーズベルトの側近にも多数共産主義者がいました。GHQ の中で、特に戦後日本に絶大な影響を与える民生局の中に共産主義者が潜み、戦後日本の復興を担う人材として左翼的な人たちを登用し、日本を共産化するという大きな計画を持っていました。その中心となったのは民生局局長ホイットニーとケイリス次長ら中心人物ですが、やがて明らかになりました。これを一挙に覆す出来事が起こりました。それが朝鮮戦争です。ソビエトと中国を盾に北朝鮮が韓国に攻め込んできたのです。マッカーサーはこの情報を得ていましたが、共産主義を甘く見ていました。その結果、一時韓国のほとんどを失いましたが、体制を立て直し、38度線まで押し戻したのです。人海戦術でとてもなく押し寄せてくる中国兵を止めるために、この時彼は原爆使用をトルマン大統領に求めましたが、これがマッカーサーが解任された理由です。アメリカは共産主義の脅威に目覚め、赤狩りと称して共産主義者の摘発と追放の嵐が吹き荒れます。そしてアメリカの中枢でも日本に対する認識が大きく変わりました。今まで日本を侵略国家と捉えていたのに、日本はアジアの共産主義に対する防波堤であると初めて認識したのです。日本が中国大陸に進出した理由もまた、ソ連がアジアを共産化することを防ぐためであった。そのことに気がつきました。米国は長年日本が果たした役割を、今度は自分たちが負わなければならない困難さに初めて気がついたのです。長年日本に君臨したマッカーサーは米国に帰り、共産主義の影響を受けた GHQ の民生局は入れ替わっていました。追放された保守の人たちが日本の主要ポストに戻り始めたのです。しかし大きな問題が立ちはだかります。
それが敗戦流読者の問題です。日本の敗戦で大きな利益を得た人たちが、すでに主要なポストに居座って排除することができなかったのです。GHQ が去った後も、左翼的思想を持った日本人たちが、自ら GHQ の役を買っていることこそ問題です。マッカーサーは解任後、米国上院の軍事外交合同委員会に証言を求められました。この時の様子を、東京裁判とマッカーサー証言というテーマで、渡辺正一先生が解説されている YouTube 動画がありますのでご紹介いたします。4分半にまとめました。リビジョニストという意味は、歴史を見直す人という意味です。要点は4つあります。1つ目、マッカーサー本人が東京裁判は誤りであったと語りました。米国は朝鮮戦争を戦ってみて、日本の主張の正しいことが分かったのです。第2番目、東京裁判での東条英機の証言です。中国大陸での戦争は共産主義との戦いであり、自衛のためであった。3番目、トルーマンがマッカーサーを解任。彼は米国上院軍事外交合同委員会で公式に証言しました。日本の戦争は自衛のためであった。4番目、渡辺氏は40年間、朝日新聞の嘘と戦いました。つまりマッカーサーは、東京裁判は誤りだったと告白したのです。朝鮮戦争を戦ってみて、初めて日本側の言い分が基本的に正しかったことをマッカーサーは理解したのです。東京裁判における日本側の主張の一番重要な部分は共産主義の脅威でした。満州を守らなければ満州が共産化する。それからシナも石化する。シナ事変であろうが満州事変であろうが、その背後にはコミンテルンが働いていたと東条英機は東京裁判で供述しています。断じて日本は侵略戦争をしたのではない。自衛戦争をしたのである。国家自衛のために立つということがただ一つ残された道であった。トルーマン大統領はマッカーサーが第三次世界大戦勃発の危機さえ誘発しかねない核攻撃を主張するのみならず、自らの命令を無視して北上を続けたために中華人民共和国の参戦を招いたことに激怒し、マッカーサーを解任しました。アメリカの軍事外交の最高の、場所で証言するんです。ですから証言だからね、ここは注意してもらいたいんです。マッカーサーがこれから言ったことはですね、それはマッカーサーがつぶやいたことじゃないんです。友達に言ったことでもないんです。奥さんに言ったことでもないんです。日記に書いたことでもないんです。本に書いたことでもないんです。それはアメリカの軍事外交合同委員会というアメリカの最高の公の場で証明してるんです。だから歴史的です。動かない歴史的です。日本は絹産業以外には固有の天然資源はほとんど何もないのです。彼らは綿がない、羊毛がない、石油の産出がない、錫がない、ゴムがない。それら一切のものがアジアの海域には存在していたのです。もしこれらの原料の供給を断ち切られたら、1000万人から1200万人の失業者が発生するであろうことを日本人は恐れていました。したがって彼らが戦争に飛び込んでいった動機は、大部分が安全保障の必要に迫られてのことだったのです。したがって彼らの戦争に行った目的は主として安全保障のために余儀なくされたものである。もう東京裁判パンクしてます。東京裁判そのままですよ、マッカーサーは。で彼も日本は、侵略国であって軍国であって悪質な国であって悪魔の国のようだという建前にやった張本人がですね、あれは自衛のためだと証明したの。終わる。私は戦ったのは
その朝日新聞の報道と戦ったんですよ。そしてまあ40年間やって今振り返ってみますと、全て朝日新聞の方がインチキでした。そのインチキがね、まあ広まってますからね。で朝日新聞を背景にすると、いわゆる文化人は自分の名前も売りやすいし、働き場所もあるし、本も出やすいということがあります。そうしますと、それがまあ広がりまして、政界にも影響を及ぼすという、こういうことじゃないかと思います。だから我々はですね、今70年、戦後70年を機会にして、どうしても破らなきゃならないのは東京裁判所管です。あれで日本を締め付けられてるんです。だから、それを破る手は、一番有力なのはあるんです。マッカーサーが最大の、しかも一番最初のレビジョニストでした。東京裁判を見直して、あれは日本の自衛のためだと宣言してくれた最初の人ですよ。いかがでしたでしょうか。渡辺正一氏は英文学を専門とされ、上智大学名誉教授でした。それがなぜ近現代史に深く関わってこられたのでしょうか。それが公職追放と敗戦流読者の問題です。日本の正当性を主張する日本文学や歴史学者などは追放されました。しかし渡辺氏のように英文学やドイツ文学者は本筋から外れている理由で追放から免れたのです。それで専門を超えて教育者として日本のあるべき姿を訴え続けてこられました。他にもドイツ文学を専攻され、電通大学名誉教授の西尾寛治氏もおられます。渡辺氏は次のように強調されています。マッカーサーが米国上院軍事外交合同委員会で公式に証言した日本の戦争は自衛のためであったという真実を日本の教科書に載せ、マスコミで発表したら日本は必ず変わります。正しい歴史を取り戻すことができるからです。しかしそうさせまいという力が働いていると。すでに出来上がった牙城を崩すのは並大抵のことではありませんでした。私たち日本人が受け身的に従来のマスコミを鵜呑みすることをやめ、自ら判断する勇気を持つとき、真実が開け、日本が変わるときです。YouTube をご覧になる皆様方ならご存知と思います。私たち日本人の直面している問題の鍵が実は聖書にもあります。それをご紹介します。ユダヤ人が国家がなく世界中に流浪の民として生き延びて1948年再び国家として再建されたのです。これを20世紀最大の奇跡と呼びます。滅んだはずの民族が1900年の時を経て復活したからです。その秘訣がこの聖書の中にあると思います。聞きなさい、イスラエル。主は私たちの神。主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っているときも、道を歩くときも、寝るときも起きるときも、これを唱えなさい。旧約聖書新明記6章。これが書かれたのは、今から3500年前です。イスラエルの指導者モーセが、その民300万を約束の地、今のイスラエルの地に導き入れるときに伝えた言葉です。民族のアイデンティティとしての神を心を尽くして愛すること。その戒めである神の言葉聖書を守ること。それを子々孫々伝えることでした。つまり、民族の核となる伝統の継承こそ、民族が
生き残る最も重要なことだと語ります。言い換えれば、伝統を失うということは民族そのものが失われることになります。心に刻みなさい。2番目、子供たちによく教え込みなさい。3番目、いつも唱えなさいと反復と継承の重要性を語ります。 GHQ の戦後政策は長年培われた日本の歴史と伝統にくさびを打ち込んだのです。私たちには忘れてはならない、どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは伝統でした。それではお知らせです。次回第45回目7月17日土曜、毎週土曜日の予定です。GHQ の占領政策その1、公職追放の恐怖その2回目です。日本の再建を阻む粛清の嵐です。日本を占領した GHQ の政策で一番恐れられたものがこの公職追放です。戦前戦中に日本に最も貢献したはずの軍人は処刑あるいは処罰追放されました。退職金も恩給ももらえず、政治家は政治活動が禁止され、経済人なら会社にも入りませんでした。日本は屋台骨を失いガタガタになりました。戦後の再建に最も重要な人材が GHQ の一方的な方針で追放されました。戦後の物不足の折、その方々は食べるにも窮するようになりました。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。